つるくんです。今回は久々に鉄火マンブレードのフィギュアが出たのでご紹介させていただきます。今回のキットは新規剣、ゴーメカラボさんですね。これ中国のメーカーさんなんですが、そこで作ったものをですね、ウェーブさんが国内で販売しているというキットになります。鉄火マンブレードのプラモデルやフィギュアは結構の数が、近年出てるんですが、最新のキットという形になります。箱の方は表が鉄火マンの写真ですね。テックセッターと書いてありますね。ノリがいいですね。それからですね、上はこんな感じで新規剣さんのロゴですね、載っております。下には販売元のウェーブさんの名前が出てますね。こちらの面はですね、関節がよく動くよというのと、テックシールドがお尻と腕につけられるよと、それからテックワイヤーの方ですね、こちらも付属してますよというふうに書いてあります。こちらは鉄火マンの絵と新規剣ですね。鉄火マンブレードが002になってるのは、001がね、確か5将軍かなんかのフィギュアだったかな、だったと思うんで、鉄火マンブレードが2つ目のキットという形になってるんだと思います。箱の裏はポーズを取った鉄火マンとですね、今回はペガスをかたどったような台座がついていて、廃鋼とボルテッカですね、ペガスと連動することによってボルテッカの威力が上がるというような表現がですね、それとなくできると。何よりも今回の売りはボルテッカの発射口が光るという感じですね。では早速ですね、開けていきたいと思います。早速開封といきたかったんですが、シールが剥がれちゃってますね。こっちのね、裏側もね、シール剥がれちゃってるんですよ。なんか新製品の割にはちょっとだらしないですね。それではオープン。ブリスターは2段になってますね。結構ね、この厚めのスポンジに包まれてますね。足が痛い。おっと、相変わらず鉄火マン尖ったところが多いんで、ちょっと持つのが痛いですね。意外と軽めのボディになってますね。結構ツヤがある感じですね。それから他のキットと比べると若干角張ってるところが多い感じがしますね。細かいところはまた後で見たいと思います。それからこちらがペガスの台座用の部品ですね。下のブリスターにはマニュアルの方ですね。マニュアルは日本語のマニュアルになってますね。テックランサーとシールドですね。それからペガスの背中と、あとアームの方も付属していますね。手首は意外とね、種類としては少なめかもしれない。ではフィギュアの方を細かく見ていきたいと思います。まず全体的なことなんですが、アーマー関係は基本的に全部塗装がされていて、こういったグリーンの部分とかですね、一見クリアパーツに見えるんですが、ここら辺も塗装がされています。フィギュアの目の方ですね、目の方もクリアパーツじゃなくて塗装の方になっていますね。頭部のこの黄色い部分や胸の部分ですね、また腕関係のこういった黄色い部分は塗装になってますね。で、一部ですね、この太ももとか足首ですね、こういったところは黄色の別パーツになっています。黒いところも基本的には塗装がされているような感じですね。この胸の下のとこだけちょっとグレーのメタリックな塗装になってるんですかね。肩アーマーの内部とかですね、こういったところは別パーツ化されています。この脇の下のクリスタルも別パーツ化されています。後ろ側のやはりこういったグリーンのところは塗装になってますね。それからこの噴射口の方は別パーツ化されています。全体的に塗装がしてあって、細かく色分けがされているという感じですね。ディティール関係については、いろんなフィギュアでそれぞれですね、
新たなディティールを追加してたりするんですが、こちらの方もですね、こういった腰裏のアーマーの部分とかですね、この背中の部分のディティールとかですね、そういったところはこのフィギュアオリジナルで付けてると思います。一部この可動部分にピン穴が出てきてるっていうのは、ちょっとしょうがない部分かなと思います。主に足首関係ですね、ピン穴がちょっと目立つのは。あとはですね、表にピン穴はそうそう出てきてないと思います。テッカマンでこの顔の表情がですね、各フィギュアごとに違ってたりしてなかなか面白いんですけど、このバイザー部分が非常に狭く作られていて、その中にこう目が塗装してあるんですけど、若干その目が見えにくいかなという気はしますね。顔はちょっと小顔のようになってますけど、形状としてはそれほど悪くないかなと思います。ではこちらの可動域の方を確認していきたいと思います。こちらはアクションフィギュアになってますんで、各関節が動くようになっています。まずは頭部からなんですが、頭の根元と首元で二重関節になってますんで、首元で前後動ができるのと、こんな感じで頭部自体の前後動も可能になっています。この頭部の後ろのアーマーは稼働するので、特にこの上を向くときにですね、頭部の後ろのアーマーが稼働するようになっています。ただですね、本当に上を向かしたいときは、このアーマーをですね、首元に差し込んで上を向かせるという感じになってますね。胸元と頭部の関節だけでそこそこ上を向かせることが可能になっています。これはやっぱり飛行ポーズを取らすときに非常に有効な関節になってますね。もちろん左右への可動と傾きですね、そういったものも可能になっています。それから肩の方ですね。肩アーマーは腕の根元の軸でですね、上下動が可能になっているんですが、こんな感じで、肩アーマーは独立して動くようになっています。ちょっと硬めではありますね。それから腕の付け根で上下動ですね。で、単独でほぼ真横まで動かせて、この胴体の方の付け根で上下動が可能になってます。ちょっと頭部には当たっちゃうんだけど、かなり上まで上げることが可能になっています。この胴体の方の付け根がですね、上下動ができたりですね、前後動もできたりします。上下、前後と、なかなかですね、よく動くようになっています。それから肘の方ですね。ここは二重関節になってますんで、よいしょ、この肘の先が肩アーマーに当たるんで注意した方がいいんですけど、こんな形で二重関節になってますんで、ちゃんとこの腕が肩に当たるぐらいですね、曲げることが可能になっています。腕の付け根での回転軸ですね。肘の付け根での回転軸もあったりします。かなり可動範囲としては広い感じですね。手首の方は球体関節になっていて、ぐりぐりと動かせるようになっています。次に胴体の方なんですが、この胸の部分で左右に動かすことが可能になっています。それからこの胸とお腹の部分ですね。ここで前後動が可能になっています。このぐらい前屈ができるのと、あとは反らしの方ですね。あとはこのぐらいですね。ぶわっとかなり胸を反らすことが可能になっています。で、さっきのですね、顔の上下動と合わせてですね、ほぼ前を向いての飛行シーンが再現できるということで、ここら辺はですね、素晴らしい可動範囲を確保しています。ちょっとわからないのが、胴体をひねることができるかどうかなんですけど、今ん
ところひねれないんじゃないかなという感じはします。ちょっと無理やりやるとね、壊れそうな感じなんですけど、ここら辺はもし分かった方がいたら教えてください。で、あと、この脇の下ですね。脇の下のクリスタルも動かすことが可能になってます。なおかつこれ3分割されてるんで、こう開閉と閉じたりとかね、そんなところもできるようになってますね。それから股関節の方なんですが、前後動ですね。股関節を動かすときに注意が必要なのは、結構ね、白いアーマーとね、擦れるんですよ。だからもうすでに傷がついちゃってるんですけど、これおそらく白いパーツの上に黒の塗装をしているのか、白いアーマーの色がこっちについちゃってるのかわかんないんですけど、可動範囲が広いのはいいんだけど、あんまりやるとこんな感じで擦れてですね、ちょっと色が剥げるっぽいところはありますね。可動範囲としては足が肩までつくという、他の鉄火マンブレードのフィギュアもそうですが、かなりの可動範囲を確保できています。本体の方ですね、要はこの足の軸ですね、この軸の方も上下動ができて、太ももの上でも上下動ができるという感じになってますね。この太もものアーマーが腰に当たるというのが出てきますので、少しこの本体の方の軸を下げて太ももを上げていくという感じにすればですね、180度とはいかないんですけど、かなりの開脚範囲が確保されています。太ももの付け根には回転軸があります。それから膝の方ですね。膝の方は二重関節になってますんで、グググググッとこのね、膝の方もあんまり曲げてると塗装が剥げてくるんですよただね、可動範囲はね素晴らしいんですけどね、もうここまでもうほぼ折りたためる感じで稼働が可能になってますね。膝の方は一部膝アーマーがですね連動して動くようにはなっています。足首の方は前後動ですね。かなりの可動範囲を確保しています。当然かかとのアーマーは動きますので、つま先を伸ばした時にこのアーマーが下がるという風になっています。それからつま先の可動ですね。こういったところが動くようになっています。また足首の回転ですね。それから左右へのひねりが可能になっていて、このひねりの方はですね、ここまで曲がりますんでね、設置性はもう抜群といったところですね。ただちょっと残念なのがこのつま先のへこみですね。それからかかとの分割線とかですね、そこら辺がちょっと見えちゃってるのが残念といえば残念なところですかね。アクションフィギュアとしての出来は非常に素晴らしいという感じでございました。それでは付属品の方を確認していきます。手首の方はランサーを持たせる手首が2種類ですね。それぞれにこういう穴が開いています。それから握り手が1種類ですね。あとは本体についているこちらの少し開いた手首の方ですね。こちらの4種類が付属しています。それからランサーの方ですね。こちらのランサーが1組ですね。それからランサーってこの2段組になってるんですが、この先がですねカッターのようにピュッとこう飛んでいくわけですね。それを再現したのがこれが飛んでった後のランサーで、こちらの方がカッターという形になっています。腰のアーマーのパーツを一部外してですね、シールドのピンの付け根が球体関節になってますので、つけた後に稼働をさせることが可能になっています。で、こちらのシールドはですね、外して
こちらのジョイントと差し替えることによってですね、腕の方にもつけられるようになっています。で、このシールドのピンがね、硬いんでね、少しこういったもので外す必要があるかな。これ手で外すのね、難しいな。シールドの裏にこんな形でジョイントパーツをつけて、この肘のところですね、アーマーの肘のところに引っ掛けると、こんな感じで腕にシールドをつけることも可能になっています。ちょっとね、ジョイントパーツがこっち側に見えちゃうのがね、いまいちといえばいまいちかな。なんかもっとシンプルな付け方でもよかったような気はしますけどね。こんな感じですね。テックワイヤーの方はこちらのグリーンの針金と、こっちの普通のシルバーの針金ですね。この2種類が付属しています。これはもちろん自由に曲げることが可能になっています。台座の方はこのグリーンのクリアパーツでできていて、こんな形でペガスの腕みたいなパーツを両サイドにつけて、こんな感じでペガスをかたどったスタンドにテッカマンを固定することができます。あとですね、クリスタルも一つ付属しています。ご期待のボルテッカの発光なんですが、こちらのボルテッカの蓋を開けると基板が入ってるんですが、残念ながら電池が入っていませんでした。ということでですね、こちらの SR521 ってやつですね。別名 AG0 なのかな。こちらの電池ですね。これを入れていきますと。この電池が片っぽ2つだから合計で4つですね、必要になってきます。電池の平らな方を上にして基板に差し込み硬いボタン電池を2つ入れて、こちらのクリスタルのマグネットを近づけるとピカッ、こんな感じで光りますと。もう一度近づけると消える、近づけるとつくという感じですね。ボルテッカの首側にですね、凹凸があるんで、そこに指を引っ掛けて、外しにくいわ。それでは電池を入れてみましたので、ボルテッカを発射してみたいと思います。ボルテッカ、ボルテッカ。ちょっとね、やっぱ磁石当てる位置がね、微妙なんだけどね。なんとかこれで、ボルテッカの方の発射は完了という感じですね。やっぱり電子色のあるキットってのはなかなかいいもんですね。さらにですね、この目の方がですね、電飾で光ると良かったんですけど、そこら辺はもうしょうがないかな。もうボルテッカ光るだけでもね、十分です。なかなかスタイルもいいし、ギミックもあるということで、最新版のテッカマンブレードのフィギュアとしては、申し分のないものだと思いますので、テッカマンブレードファンはですね、ぜひ手に入れてみてはと思います。では今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。ボルテッカー。